今週もどうもありがとうございますって言ってお話ししたりとか、ニコって返してくれるようなやっててよかったなっていう、やってるからこそ得られる経験。ありがとうございます。またお待ちしてます。めっちゃうまいです。懐かしさをなんか思い出しますね。めちゃめちゃ美味しいです。美味しいね。温まりますね。セッティングは大体どのくらい時間かかるんですか？大体今5時に来て、7時には全部外も中も終わってる。中と外を手分けして同時進行して、こっちの新しい出店場所にもなれて、大体2時間弱ぐらいで終わるかなと。この屋台はいつから始められたんですか？前の営業場所の方は去年の11月の後半なんですけど、移転したのが1月の頭ぐらい、やっと2ヶ月1ヶ月半か1ヶ月半ぐらいは経ってやっと慣れてきたかなってとこなんですけど、だからやっぱり移転したことを知らなかった常連さんとかもいらっしゃって、最近やっと見つけたよっつってそうなんですね。来てくれるお客さんもちょこちょこ帰ってきてくれて、もともとラーメンショップの屋台始めるっていうのはどういう経緯で始められたんですか？僕自身はラーメンショップやる前は全然もともと飲食関係する仕事じゃなかったんですけど、ちょっと実家がキッチンカーやってたりとか、そういうのがあって、キッチンカー業務として、お世話になってる社長に声かけてもらって、最初はこのキッチンカー業務単体をお手伝いさせてもらうっていうところから始まって、それが去年の5月とか6月なんですけど、
で何回かお手伝いさせてもらってるうちに今やってる形のこういうのをやりたいんだよねっていう構想を聞いて、ラーメン屋でのアルバイト経験もあったんで、あまあでもいいですかね、僕ラーメン好きなんでって話したらトントン話が進んで、その後夏ぐらいに研修来て10月ぐらいから本格的に準備が始まって、11月プレオープンホープトントン拍子で話は進んで、自分でもびっくりするぐらいに急ピッチに話が進んでラーメン屋さんになりました。フランチャイズって感じではないんですか？まあでもほとんどそうです。マルカの本店の社長に連絡を取っていただいて、マルカの看板のデザインとか、まあ、必要な調味料とか麺とか、やっぱそういうのは本店を通さないと難しいものにはなっているので、まあいわゆるフランチャイズではあると思います。こういうメニューをという感じ、まあ自由にやらせてもらってるじゃないですけど、結構まあ融通きくというか、ここら辺はオリジナルメニューなんですか？こういう混ぜそばとか太る丼ホルモンご飯とか、まあ担々麺とかもう完全にうちのオリジナルのラーメンショップの中でもオリジナルのメニューやられてるお店多いと思うんですけど、これはうちのオリジナルみたいな感じです。これは何ですか？テント、ここ3つテント並べて、でここから提供してこっちで食べてもらう。じゃあその雨でも営業されてるんですか？雨の時が実はまだ全然なくて、雪の時は営業してました。風が吹いてる時の方がやばい。今日もちょっと夜中は強くなる予報なんですよね。今週はつけてないんですけど、その上に横断幕みたいなのつけたりとかするんですけど、そこがもうパイプが折れちゃったりとか、昨日の段階で今日がちょっと風強そうだったんで、もうつけてないんですよ、初めから。なるほど。水とか具材とかは別の場所で仕込まれてるんですか？基本そうですね、水なんかは本店のご協力で組ませてもらえるんですけど、仕込みはもう全部あっちで置いてきて、例えばこれだったらは背脂なんですけど、これはもうあっちである程度仕込んで、でこっちでまた少し今この後ろにある3連ウォーマーでまた温めて、で最後またもう最終の仕上げでちょっと仕込みしてなんとか8時までに終わらせる。仕込みは大体どのくらい時間かかるんですか？今日まあ餃子とかちょっと仕込んだりとかもあるんですけど、昼の11時には入ってるんで5時間ぐらいは一旦仕込みして、まあ休憩できそうなら休憩して、これで最終4時までみたいな。具材としてはまあラーメンのトッピング類と、あとまあ餃子とか。そうです、メインはまあネギ、まあ餃子もちゃんとある時はやらなくていいんで、もうちょっと遅い時間に来たりするんですけど、そうじゃない時は早い時で朝10時に入ってみたいな時もありますし、結局前日もラーメンやってたら家帰るのが4時過ぎとかで10時に入るんで、家帰って寝るのが6時前で起きるのが9時ぐらい3時間4時間睡眠ぐらいでぐらいになる日もありますね。そうまあでもまあそんな週5、6とかもう休みなしでやってるわけじゃないから、まあ多少毎日だったらきついですよ。毎日だったらもう無理ですね、若いからとか言ってらんないですよね
茹でる前に 150g。 150g。これで一通り一通りですね。あとはもう細々したものを、麺持ってくるとかチャーシュー持ってくるとかネギ持ってくるとか、仕込んだものを持ってくる段階になるので、こんだけ一旦大枠やっとけば大丈夫かな。なるほど。なのでいつも5時にあっちを出たりするんですけど、今日は仕込みの余裕もありましたし、いい感じですできる限りやるみたいなちょっ感じですよね。とでいいんじゃない？はい、ちょっとこれやっぱ重りがないと結構不安定になっちゃいますか？全然不安定です。前のここのなんかテントが7メートルぐらいの時にこの2つくっついたのがもうひっくり返る、それもお客さんがいる時にそうなんですね電気のプラグとかもなんか切れちゃったりするし、でもこれぐらいまでやっとくと全然って言っていいぐらい動かないです。ここで押さえるんでやっぱ強いですね。ここのライン8箇所やってる。10メートルとか15メートルとかだったら分かんないですけど、さすがにそこまで行っちゃったらむしろやらない方がいいです。お客さんも多分嫌だと思います作ってて気が気じゃない。ちょっとこういう感じになってくると少しマシに見えてくる。で暗くなってこの中にライトとかつけるとかなりかっこよくなります。一番人気のラーメンは何ラーメンですか？うちだと、一番やっぱネギラーメンなんですけど、最近はネギチャーシュー麺がよく出ますね。チャーシュー好きな方やっぱ多いなっていう認識
ギは最近ちょっとできて、ネギラーメン、ネギチャーシュー麺に餃子とか、うちだとまあセットご飯じゃないですけど300円のご飯物を結構週替わりじゃないですけどやってて、これまでだと牛すじカレー、牛すじライス、スタミナホルモンご飯とか、まあ、今だと並小ご飯っていうのをやってたりとか、その時々でその小鉢ご飯のファンができます。もちろんそれ足りない人はホルモンエッグご飯500円とか太る丼1000円があって、太る丼いっちゃえばいいってラーメンと太る丼頼んでもう後悔した顔で帰っていくっていうお客さんはまあまあいます。太る丼ってどのくらいボリュームあるんですか？ご飯の量は普通のライスよりちょっと多いか同じぐらいかなんですけど、ご飯の上に乗っける具材が、まあ、チャーシュー3枚から始まって、卵3つ、もつハラミ、ネギラーメンに乗っけるネギチャーシュー、おしんことか、あと海苔3枚とかで上にチーズかけて焼いたりだ炙ったりだとか、いろいろやった結果とんでもないボリュームが出てくるのが、まあこの平皿だったり場合によってはこの丼で出すこともあったんで、どういうのが出てくるんだろうっていうので、こういうの出てきてみんな驚愕していくっていう。でホルモンエッグご飯も500円なんですけど、この皿で出てくるんで思ったのと違うみたいな。だからみんなこんぐらいの、それこそこれぐらいのライスジャワンとかで出てくるんじゃないかなと思ってるところにこれで出てくるんで、それが大体この300円のセットご飯の方が大体どっちか出してるんですけど、もう500円1000円のホルモンエッグご飯太る丼はもうこっちの大皿で出てくるんで、インパクトがすごいと思います。そうですよね。人によってはチャレンジメニューになっちゃうかなってぐらいそうですね。せっかくお腹ペコペコで来てくれたんならもう食えないぐらい食って帰ってもらいたいですね。仕上げのニンニクですね。ニンニクまで入れちゃいます。油も仕込みの段階で、はい作ってらっしゃる。これは背脂自体をちょっと粗めに仕入れてるんですよ。お肉屋さんで仕入れさせてもらって、でそれがまあ冷凍とかできてない状態で来るんで、それをもうひたすら仕込み場でコト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 この湯煎でこんぐらいになるまで溶かして、でこっちに着いた時にこのニンニクと生姜を入れると。でもう一工程やります。そうなんですね。はい。最後このちょっと醤油だれ的なものを少し、これで完了です。お客さんって結構やっぱ並んだりしますか？日によるっちゃ日によるし、先週とか祝日水曜日だったじゃないですか。そうすると火曜日が祝日前なんで週末みたいなのがあると思うんですけど、この番号札が1から1個ないんですけど16までで、まあ、15個あって、オープンしてすぐ16個まで使い切って、ここに伝票、まあ、マックス3枚まで置いて、それ以降まあ、4番目とか3番目4番目以降ご注文お待ちのお客様にお渡してお車でお待ちくださいってご案内するんですけど、注文待ちが常に10組以上みたいなのが夜の11時とか12時ぐらいまで 3,4 時間続いて、やっと落ち着くのが1時半みたいな。なんか1時半まで1時半までずっと8時からもうずっとみたいなタイミングは日によってはありますね。やっぱ週末とかそういう休みの日かぶったりするとやっぱりね来やすいお客さんも多いと思うんで、そんぐらい混む時もありますし、逆にオープンして1時間2時間弱ぐらいバーってやった後に2時間暇みたいなこともあるんで、日によってこの1列目で済んじゃうのか2列目まで行っちゃえるのかみたいなのはちょっとまちまちですね。一番多い時でトータルで1日で何人ぐらいしてますか？そうですね、120、30人がマックスなのかな。ちょっと数えたわけじゃないから、例えば麺の出る
感じとか、ちょっと売り上げの、逆算じゃないですけど、そんぐらいは1回1日では来てもらったことはあると思います。まだ始められて1年経ってないくらいないですね、全然経ってないですね。なんですけど、これまでの中で大変なことだったりきついことっていうのはどういうことがございました？やっぱりこの天候に左右されるところがあるんですけど、風が強いけど営業できる、雪が降ってるけど営業できるって時があるんですけど、やっぱ外なんでスープが冷めやすいとかあると思うんですけど、そのスープを冷めさせないようにする工夫として丼を温めるっていうのが一つあるんですけど、風が強いとこの温める蒸気が全部散らされちゃって丼は冷えるし、スープも冷めやすいし、やっぱその提供するクオリティが落ちちゃうっていうのがこれまで影響してて、ちょっと苦しいなっていうところがあったり、ちょっとこれはこっちじゃなくて前の営業してる場所なんですけど、住宅地なんでお客さんの声のボリュームが少し上がってしまったり、ちょっと駐車場の問題とかがあったりした時に、これまでに体験したことがないそのお客様対応があったので、それはちょっとやっぱ試行錯誤じゃないですけど、お客さんの反応をちょっと見ながらとか、ちょっとうまくやってましたね。じゃあ逆になんか嬉しかったこととか、印象的なこととかそういうことございます？印象的なことはまだ始まって3、4ヶ月ですけど、世間いっぱいでいう常連さんじゃないですけど、毎週のように来てくださるお客さんができ始めたことですね。いらっしゃいませの後に、今日もどうもありがとうございます、今週もどうもありがとうございますって言って、ちょっとお話ししたりとか、ニコって返してくれるような、やっててよかったなっていう、やってるからこそ得られる経験がすごい身に染みてますね。他のアルバイトとかそういう状況ではない今働き方なので、こうやってちょっと表に立たせてもらってる身としては、やっぱそういうお客さん一人一人がすごい心に染みますね。3、4ヶ月でこれだけいろんな方のお声が聞けるのは貴重な経験だと。今後の目標はどういうことがございますか？今後の目標ですけど、もう今はもうその日の営業が精一杯みたいなところはあるんですけど今僕が表に立たせてもらってるっていうのはあるんですけど、もちろん今バックアップしてもらってる状況ではあって、僕自身にラーメンのノウハウがあったわけではなくて、そうやって現場立ちながら勉強してるんですけど、それで完全にもうスキルをしっかり身につけて、今お世話になってる社長の手を離れて、僕ともう一人僕が今やってるポジションみたいな人を一緒に働いてもらって、社長に楽させられたらなっていうのは、直近の目標ですね。ちょっとまだ僕未熟なんで、いろいろ助けてもらってますし、アルバイトの方もいらっしゃるんで助けてもらってるんですけど、それを自分でちゃんと胸張って店長って言えるくらいになるのが今の目標です。はい、お待たせしました。オープンいたします。じゃあ1番のお客様、すいません。おサラミトッピング。
そばのおもりもつ増しです波生姜は今仕上げてますので、もう少々お待ちください。次は次が、餃子1です。お待たせしました。波状ご飯になります。めっちゃうまいです。寒いから冷えてるところに食べるとうまいです。頼まれた何ラーメンですか？スタミナホルモンネギ混ぜそば。お次が担々麺になります。はい、こちらです。ライスはないです。あ、この次のラーメンです。ゆっくりどうぞ。お待たせしました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。肉味噌をお願いします。あ、はい、どうぞ。はい、じゃあライスになります。お待たせ。ここまで辛いものを使ってないので。お待たせいたしました。めちゃめちゃ美味しいです。こちらのお店よくいらっしゃるんですか？いや、2回目ですね。そうなんですか。はい。波生姜っていうのはこのポテサラの結構代名詞。はい、波生姜飯です。お待たせしました。
大変お待たせしました。ではまずネギローから。はい。失礼いたします。置いてますね。はい、どうぞ。そしたら8番いきます。いらっしゃいませ。張り紙ありますのでご記録いただけると助かります。唇が1個。ではまず辛ネギラーメンから置いちゃいます。どうぞ。はい、ナビ小ご飯。美味しいです。懐かしさをなんか思い出しますね。昔その波小が津賀にあった時にかなり行ってたんで。あ、また。まずチャーシュー麺大盛りからお茶が入ります。助かります。はい、波小ご飯。はい、失礼いたします。ごゆっくりどうぞ。はい、まっすぐお願いします。ありがとうございます。助かります。どうも。2枚。
ました。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。美味しいね。よくいらっしゃるんですか？ 2回目です。そうなんですね。こっちの本店の方にはよく来るんですけど。はい、ホルモンエッグご飯お待たせしました。ありがとうございます。またお待ちしてます。はいよ。はい、ホルモンエッグご飯です。あります。はい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。またお待ちしてます。よいしょ。はい。なります。餃子もう少々焼き上がりはしていただきます。またお声掛けします。あ、伺っちゃっていいよ。今15番まで渡して。ありがとうございます。またお待ちしてます。失礼します。よいしょ。ラーメン1大盛りです。
美味しいですめっちゃ。温まりますか？何回もいらっしゃってるんですか？僕今日初です。自分は2回目です。初です。うまいでしょ？じゃあ3番読んじゃっていい？はい。大変お待たせしました。半ライスです。よいしょ。瞬間焼いたら焼き方の紙だけ渡しといてもらえれば。大変お待たせしました。お待ちください。メニュー剥がれちゃってる。2つお先失礼します。7枚。先頭の餃子はテイクアウトになりますので。チャーシュー麺から。助かります。こちらと3品めっちゃ来ました。
大盛り2つは辛ネギ？辛ネギです。割れちゃいます。ありがとうございます。はい、では辛ネギラーメンの大盛りお2つから。はい、1個ずつ失礼します。